今24です。ここで蕎麦屋やるからよかったらここでお店やらないっていう風に話いただいて、じゃあぜひっていう感じで。お待たせいたしました。10番の方ですね。ありがとうございます。お待たせいたしました。かき揚げ、天ぷら全部サクサクですね。シンプル美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。お待たせいたしました。朝セット半かけそばカレー丼です。絶対に美味しい状態でお客様のことをお待ちしてるので、3期亭に来て絶対後悔することはないと思うので、ありがとうございました。またお待ちしております。あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしております。意外とそうですよ。桂さんはもうこのお店立ち上げ当時からいらっしゃるんですか？います。試作の段階からこのお店が立ち上がるという立案のところから、もともと洋食のコックなんです。独立して13年ぐらいになりますか。ちょっと僕経歴が変わっててですね、新調理技術っていうですね、最新の調理技術を駆使したデジタルクッキングっていうジャンルなんですけど、今から約25年ぐらい前からずっと実践と研究を重ねてやってたっていう経緯があってですね、ミシュランでビッググルマンを取ったお店で教えてもらって、コロナの間にですね、うなぎのことをもっとよく勉強していろいろと、今やっと自分が納得いくうなぎが焼けるようになったという風でございます。今は主にジビエだったりとか、漁師さんから直接物を取引したりとかで、ちょっと変わった食材を使ったコース料理の夜はメインでやってるお店です。これで大体何人分ぐらい？これでね、一応ね、70いってるんですけど。どういったきっかけでその立ち食い蕎麦屋さんのプロデュースをすることになったのか？たまたま名古屋駅に立ち食い蕎麦屋をやる物件みたいなものが出たもんだから、そこでやらないかという声をかけていただいてたという、やってみようかなという経緯でございます。その立ち食い蕎麦というのはオーナーさんが決められたんですか？もともと物件の広さで席数の問題とかを考えると立ち食いそばがいいだろうと。で、あと名古屋にもないですし、麺を打つ機械の特性上立ち食いそばに適した機械だから立ち食いそばがいいんじゃないのかという提案で、お互い詰めながら立ち食いそばになったという形でございます。メニュー開発されてるんですけど、どういったこだわりとかが？こだわりはですね、いかに安くできるかというのがまず一つ。でもう一つは天然の材料を極力使って化学調味料がない状態でやりたいっていうのがもう一つ。かき揚げなんかは中食でお惣菜を作ってた経験を生かして、いかに野菜をたくさん食べれるように大きく作れるかというのをコスト安く作れるかというところがこだわりの一つでもあります。飲食店自体が僕自身が30年やってて、時代背景の流れにいかに合わせれるかっていうのがまず一つなのと、いいものを
を作って提供することによってお客さんを元気にできるっていうところと、元気になっていただいたのがやっぱり僕たちも元気になれるというウィンウィンな関係っていうのがやっぱり大事かなっていうふうに思います。これからですね、名古屋に新しい文化として立ち食いそばが根付いていくような文化になっていったらいいなっていうふうに思ってます。3期で立ち上げで大変だったこととか辛かったことってありますか？朝早いこと5時50分にはまず来るんで、安全運転朝の9時半10時にはいなくなって、今度うなぎ屋さんの方をやりに行くので、夜は何時まで働いてるんですか？だいたい10時ぐらいまでやってます。寝る時間も削って削ってですね、はい。肉のトッピング用とかき揚げ用です。漁師さんから直接物を取引したりとかで、ちょっとお店です。しんちゃん、各線1.6、大丈夫。飲んでいいですいいよ。はい。天ぷら用と今はタヌキを一緒に。だし屋さんにお願いをしてブレンドしてもらってる特製のカレー粉です。今何分でした？味の特徴は和だしの香りが全面的に出るようになってて、程よい辛さ、万人受けする辛さの量で調整をしてあるっていうのと、カルダモンの香りがほんのりとするちょっと上品なカレーですね。お客さんに蕎麦湯ありませんかって結構聞かれるので、最近始めました。ラジオ美味しい
お湯も入れてるとかあんまないですよね。お湯も入れてるところはもちろん少ないんですけど、このね筒がね肝なんですよ。僕が考えた誰でも簡単にかき揚げができるという。芋があると骨組みになるんで空気がくんですよね。はい。段ボール売りしますので、はい、カレーせいろコロストッピングです。はい、お待たせいたしました。2番でお待ちのお客様、お待たせいたします。ぶっかけそばかけそばで。お待たせいたしました。3番でお待ちのお客様、ぶっかけそばとかけそばです。お箸とレンゲこちらからお取りください。はいいただきます。ありがとうございます。はい、すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いってらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。そういったところの使った方がいいんですか、このタイミングで。お待たせいたしました。めちゃくちゃ美味しいです。かき揚げ天ぷら全部サクサクですね。じゃあいつも天ぷら頼まれます？天ぷら頼みます。まだ2回目なんですけど、岩倉にもともと店主のお店があって、そこで出る料理が全部美味しいんで、新しくできたって聞いて今日来ました。他で白焼き頼むんですけど、物足りないですよ、やっぱり。でしょ。炙るんですよ。焼きたての状態に戻るんですよね。それがみんなめちゃくちゃ美味しいって言って。朝定です。好きな席でお待ちください。にある熟堂がある。この辺に来てて、そうなんですね。ありがとうございます。お待たせいたしました。朝セット半かけそばカレー丼です。お待たせいたしました。
ます。ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしております。店長さんですよね。そうです。初めてできたお店なので、配属というよりかはここで蕎麦屋やるから、よかったらここでお店やらないっていう風に話していただいて、じゃあぜひっていう感じで始めた感じです。お店をやりたかったんですね。というのは飲食店で結構長く働いてたんで、やってみたいなと思って始めた感じです。おいくつなんですか？今24です。若いですね。お待たせいたしました。こちらからお取りください。どうもありがとうございます。すみません、お待たせいたしました。8番の方ですね。お待たせしました。お箸でこちらからどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。番号でお呼びいたしますので、お席の場所でお待ちください。朝はいっぱいになって入ってくらいかな。いや、朝から10時までは朝セットっていうのをやってて、半そばとカレー丼。職場が近いから朝ご飯にちょうどいいですよね。飲食の経験があったということなんですけど、そうですね。どういったのを経験されてきたんですか？高校2年生の時からパスタデココっていうココイチ系列の名古屋名物のあんかけスパゲッティ屋さんで5年以上働いてて、ココイチ接客が結構厳しいというか、接客に関して学んでて、それで接客業が自分に向いてるなと思ってたんで、今やってる感じです。ご飯にちょうどいいですよね。もう次の方に。すみません、お待たせいたしました。春菊かき揚げ。春菊ね。はい、たぬきトッピングですね。ははいい、ありがとうございます。お先に。またお待たせいたしました。カレーせいろそば野菜かき揚げの方ですね。書き出しますね。またお待たせいたしました。こちらレシートもよろしいですか？大変お待たせいたしました。地の幸盛り合わせになります。こちらに置いておきますね。はい。ごゆっくりどうぞ。春菊美味しい。それも見て換気でも見てください。了解です。必ず見ます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしております。ぶっかけそば少なめ野菜かき揚げ1つ入ってます。せいろ少なめ野菜かき揚げが合計で2つです。こちらの番号でお呼びしますので、お好きな席で少々お待ちください。限界がある。お待たせいたしました。10番の方ですね。お待たせいたしました。10番の方ですね。ファミマあれですよね。サークルケア金額で低くなりするから。あ、そうだ。先だけで。黙食みたいな。そうです。ありがとうございます。鶏天丼と野菜かき揚げ入ってます。ありがとうございます。番号でお呼びいたしますね。すみません、お待たせいたしました。11番のお祭りおろしそば大盛りの方ですね。楽しそう。お祭りっていうだけで、いろいろ入ってそばっぽくなってる。はい。うな玉ぶっかけ入ってます。お待たせいたしました。12番の方ですね。野菜かき揚げ後ほどすぐお持ちいたしますので少々お待ちください。そばもちゃんと色が濃い。歯があんま。そこが入ってる。お時間が一番やりやすい。ランチに鶏天丼のセットがあるので。そうです、そうです。番号でお呼びいたします。お席に合わせてお待ちください。
いたしました。お祭りおろしそばですね。ありがとうございます。お待たせいたしました。いただきます。いただきます。うまそう。あれこれ。終わったかな。うまいです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。番号でお呼びいたします。お好きな場所でお待ちください。お待たせいたしました。15番の方ですおね。待たせいたしました。はい、ありがとうございあります。がとうございます。ありがとうございました。またお待ちしてます。お待たせいたしました。16番の方ですね。いたしました。淡路レンゲこちらからどうぞ。ありがとうございました。またお待ちしております。お待たせいたしました。19番の方ですね。番号でお呼びいたします。お好きな場所でお待ちください。ちくわ天2つ入ってます。冷やし梅おろしそば20番の方ですね。ちくわ天すぐあちらからお出ししますね。お待たせしました。もう一つ冷やし梅おろしになります。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。どうぞ。お待たせいたしました。22番の方ですね。どうぞ。出しましたそば湯です。お待たせしました。番号でお呼びいたしますので、それだけお持ちになってお好きな場所でお待ちください。ご飯少なめにしてもらっていいですか。カレー丼のご飯ですか？わかりました。野菜かき揚げ。はーい。お待たせいたしました。23番の方ですね。ご飯少なめになってます。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、お待たせいたしました。24番の方ですね。お待たせいたしました。お箸そちらからどうぞ。100
昼間なんかすぐ食べれますし、値段も安いし、美味しいので3回目か4回目ぐらいたまに来ています。いつもごちそうさまです。はい、ありがとうございました。またお待ちしております。ありがとうございます。店長っていう肩書きで難しいこととか辛かったこととかってありますか？当たり前ですけど、アルバイトの時とは違ってお店を任されてる責任感みたいなのを感じるようになって、お店を運営するっていうことがすごい難しいんだなっていうのを感じました。バイトの時は思ってなかったんですけど、お客さんに提供する商品が味もだし見た目もだし、お客さんに何の害もないようにとか、こういろんなこと全部をやってるのがもう当たり前としての商品を出すっていうのが、それプラスでこうやっぱり売り上げとかも考えていかなきゃいけないっていうふうに思うと、ちょっと難しいかなと思います。今よく来られてるお客さんとかに対して伝えたいこととかってありますか？思い当たる方が結構何人かいらっしゃるんですけど、3期亭はオープンしますよっていう看板も出してないし、チラシも出してなくて、通り過ぎてくれた方がなんかオープンしてるねって言ってふらって立ち寄ってくれた方しか多分もう3期亭に来てくれてる方はいないと思うんで、そういう中で一回食べてみて美味しいと思ってもう一回来てくれてる方がいるっていうのはもうすごい励みにもなりますし、自分たちがこうやってきたこと間違ってなかったんだなって思うんで、これからも美味しいそばを提供できるように頑張るので、これからも来てくださるとありがたいなと思います。アルバイトは今週に3日くらい入ってくれる人を募集していて、学生さんでもフリーターさんでも主婦の方でもどんな方でもぜひぜひ大歓迎で、もう皆さん本当に喋りやすくて、もう本当に楽しいアルバイト先になると思うので、そばが好きだったりとかうどんが好きだったりとか、免疫近くにいるなとか、ちょっとでも興味があったら連絡してくれたらなと思いますので、どうかよろしくお願いします。立ち食いそば屋ってスピードとか味も必要だと思うんですけど、やっぱみんな元気に楽しくやってるっていうところも3期亭のすごいいいところかなと思いますし、自家製麺で朝の6時前とかから来て毎日何十食打って、だしもブレンドのだしを引いて絶対に美味しい状態でお客様のことをお待ちしてるので、3期亭に来て絶対後悔することはないと思うのでぜひご来店いただけたらと思っております。お待ちしております。ありがとうございました。またお待ちしております。
結構慣れるまで時間かかりましたよね。わかりましたね味もそうなんですけど、天ぷらがうち結構多いので、かき揚げとかをどうこう形にするかとか、丸くするかとか、そういうのが一番難しかったですね。つゆの色結構関東寄りというか。あ、そうなんですよ。関東なんですよ。どっちかといったら関東系のつゆですね、こっちは。
らの揚げ方とかってどっかで勉強したんですか？そうですね、勉強しましたね。準備期間中に蕎麦屋さんとかうどん屋さんにバイト行ってみたいな、そこでもうひたすら揚げさせてもらって、独学でまあやった感じですかね。どういったお客さんが多いんですか？ホストの人だったりとか、あと、まあ、飲み終わりの人とか、あとまあ、バーとかの店員さんだったりとか。あ、本当。ちょっと遅い。はい、お待たせしました。冷やしうどん大のちくわ店ですね。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。コロッケは別の方がいいですか？いや、一緒に入れていい？一緒に入れていいですか？はい。はい、お待たせしました。かけそばコロッケ山菜野菜です。はい。いただきます。はい、どうぞ。よく来られるんですか、ガリアさんは。
ここはオープンした時からずっと来てますね。今日はちょっと仕事が一段落してシャワー浴びてまだご飯食べてなかったんで、今日そばでトッピングがその時の気分でいろんな具材をチョイスして食べれるっていうのがいいんじゃないかなと思うね。はい、よし君ありがとう。ありがとうございます。頑張ってよ。ありがとうございます。天ぷらで人気なのって何ですか？人気ですか？人気なのはかき揚げメインでやってるんで、舞茸、ナス、あと紅生姜、春菊、この辺りが人気で、あと鶏天だったりエビ天は人気です。はい、お待たせしました。冷やしそばの鶏天です。はい。お待たせしました。かけうどんのちくわ天です。はい、いらっしゃいませ。はい、お待たせしました。冷やしそばの春菊です。はい、お待たせしました。かけそばの大です。はい、お待たせしました。冷やしそばの大です。はい、お待たせしました。かけそばですね。単品です。いや、マジありがとう。ごめん。美味しい。しみるわ。今まで仕事あったんですか？飲んで、でも締めで。どうですか、味？美味しい。めっちゃうまいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。きつねうどんです。はい、どうぞ。
何帰りなんですか今日？何帰り？まだ今なんかイベントの途中で DJ この後やるんですけど、なんかその途中ですね。一旦中抜けして飯食っていこうと思って感じですね。そういう時に来てます大体。なんですかね、お酒飲んだ時とかにめっちゃちょうどいいなと思って、うどんの硬さとかも好きで来てますね。俺ナスにするわ。ありがとうございます。またお願いします。でしょ？そばと、はい、ありがとうございます。かけそばのちくわです。はい、小エビ入りを。はい。そばとちくわです。はい。何してもらいたいんですか？はい、いらっしゃいませ。はい。冷やしそばの台で、これがテイク。はい、お待たせしました。冷やしそば大の春菊と青と味噌ご飯です。はい、おすすめのメニューってあります？僕は春菊のかき揚げが一番美味しいと思ってます。あまりないんで珍しいから食べてますけど。
はい、お待たせしました。冷やしそばの山菜ですね。はい、どうぞ。かばゆってアップでもらっても冷やしそばにネギトロご飯に入ります。山芋って出したんだっけ？山芋まだです。しました。かけそばのとろろになります。かけそばのとろろになります。はい、お願いします。はい。はい、お待たせしました。かけそばのゲソになります。かけそばのゲソですね。お待たせしました。やばい、うまい。うまいやん。チョキ来た。レイレイの。あれ、あいよ。レイレイの。ちくわもらえますか。お待たせしました。かけうどんの野菜かき揚げのお客様。いただきます。はい、もう一つかけうどんの野菜になります。コロッケのお客様。お待たせしました。かけそばになります。一味七味横に置いてありますので、よかったらお伝えください。はい、お待たせしました。冷やしうどんになります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんに可愛がってもらってるんで。もうお世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人はあれです、高校の時からもずっと友達だったんですか？ずっとそうです。でいつかは二人でお店やろうかみたいな。っていう話してて、学生の頃ならなんか実現しました。映画ってちょっと。朝の8時までやってるんで。頑張れるかも。はい、お待たせしました。かけうどんの大です。違う、そば。
焼き浴びのにしようか。あ、ちょっと。こいつマジで。まいたけ、ネギトロご飯、肉、あと中華丼、かけうどん、明太子ご飯、しらすご飯。つけちゃってる。はい、お待たせしました。かけうどんの大ゲソ、まいたけ、ネギトロ、肉のお客様ですね。はい、お待たせしました。エビ天があと2つ追加で揚げるの。OK。かけそば単品のお客様ですね。お客様。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。かけそばの大、ナスとゲッソーですね。鶏天ください。はい。はい、かけうどん大の鶏天ですね。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。かけそばのエビ天でお持ちのお客様。はい、お待たせしました。かけうどん大ネギ増しエビ天野菜です。多いよ。ありがとう。忙しそうや。夜勤だから。今日はじゃあ、そうそう、なのに。飯食いに来た。だってな、先週来たばっかりやもんな。そうですね。はい。はい、いらっしゃいませ。じゃあ、こちらでかけそばを。はい。かけそば一つで。もうイベントあったかいの冷たいの。はい、冷やしそばお待たせしました。はい、ありがとうございます。いただきます。お願いします。すみません。バリうまい。バリうまいんじゃよ。何この筑天、めっちゃうまそうな。私もうショータイム終わったけど大丈夫。そうなん。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。まだね、ありがとうございます。また。これがお前ね、もっと普段綺麗なんだけど。ちょっとシャンパンでぎゅうぎゅう。行ってくるわ、イベント。はい、頑張ってきてください。ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。はい。すばしい。
ない。お願いします。お待たせしました。かけうどんとろろ昆布です。はい。はい。はい、お待たせしました。はい。四川麻婆丼と舞茸だけと鶏天です。ありがとうございます。うどん食べたい。うどんね。ちょっとヒールじゃないんですけど、ずっとテキーラしか飲んでないから。ああ、辛いっすね。はい、お待たせしました。冷やしうどんとちくわ天です。ほんまにやだ、日本語のことがすごい。注目度が。手研ぎですか？手で研いでんの？うん。ああ、よかわ。美味しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お待たせしました。かけそば、エビ小柱、とろろ昆布です。うん。よく来られるんですか？はい。もう飲み分けはよくここに来ます。そばですよね。僕は。うどんも美味しいよ。美味しいよ。うん。あとね、鶏天が大きいんですよ。マジで。これね。はい、お待たせしました。カツカレーのお客様。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。かけそば大のお客様ですね。今1個出した。出した。お
はい、お待たせしました。かけうどんのエビ天です。体見せるね。はい、お待たせしました。かけそばのエビ天です。名古屋じゃない。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。どっちにする？これさ、かけそばのさ、冷たいのもいい。右にネギトロご飯食べたいな。超美味しい。お願いします。あ、ネギ抜いてほしいです。ネギ抜いて。両方。はい、お願いします。はい、お待たせしました。かけそば大ゲストエビ天のお客様。はい、お待たせしました。かけそば大舞茸エビネギ増し紅生姜です。はい、お待たせしました。かけうどんの紅生姜エビ天ちこ天です。同期の仲いいことが同期の冷やしうどんとネギトロご飯のお客様。お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。実際始めてみてなんか難しいこととかあります？スピードが最初はめっちゃ難しかったかなっていう。この時間にかき揚げてるところがってないんで、それが一番のこだわりっていうか、将来的にはもっとここの立ち食いを名古屋に増やして、名古屋といったら当たりや立ち食いそばっていうのを目指して頑張ってます。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。うちのはギャンギャンに腰がつるというそういうのは全然求めてないです。
ふんわりもっちりとした感じで、そこになんかこう弾力を感じるようなところを目指します。あまりうまいって評判だったので一度来ようかって言って美味しいです。はいよいろいろちょっとお出ない。ー。はい、すだちねー、お待ちー。レモネードとスパゲッティになります。これすごいなぁと思ってやったら意外にでも早く得得できて、最初のうちはなんかこう波が綺麗に下までいかないんですよ。上の方で終わっちゃうんですよ。何年もやってるもんでこんな感じです。まあ見た目も綺麗ですし、まあ今はちょっと手ごねするところは少ないですけどね。どうだろうね。見ながらやってると腰の痛みがほぐれるから。よいしょ。よいしょ。創業は、分かんないですけど、おそらくもう75年ぐらいじゃないかな。うちももともとまあ親父のお父さん、僕のおじいさんのおじさんからやってて、麺類食堂みたいな感じで焼きそばとかも昔やってたようなお店やったらしい。戦後ですぐやり始めたものなので、75年ぐらいになるかな。ちょっとした店からやり始めて今に至ったんです。
様おいくつなんですか。11月来ると76になります。すごいですね。結構重労働ですね。これね、長年やっとるからさ、急にやれたってちょっとできないさ。あれしんどいよな。2年前までぐらいはお父さんも一緒にやってたけど大変やで。柔らかい中にこうもちっとした感じ、それを追求してじゃあもう冷やしだけでやってます。よいしょ。しゃった。右がしんどい。私は何を使われてるんですか。室だしをメインで、つけずりでいぶした室とソーダが、花かつおの粉のやつなんですけど、これを仕上げに入れる感じです。後に入れる感じで、その4つのブレンドでうちはやってます。出しこしてから本当はこの返しとかお醤油とか出すんだけど、うちはなぜか昔からこの出し引く前から醤油入れてやるやり方してます。僕はうちでまだ仕事する前からずっとこのやり方してるもんで、でもこれまた出しこしてからやるとちょっと味が違うんですよ。だから何とも言えないんですけど、本当昔はもっと真っ黒なおつゆやったんですけど、もう少しちょっと上品にしたかったんですよ。だからといってうちっぽくなさすぎるのもあれなんで、その辺をいい塩梅に最近は整えて、10年ぐらいはこんな感じでやってますね。薄口と濃い口を時期によってちょっと比率を変えて、なるべく同じような感じになるようにしてるんです。頭
もうどのくらい働かれてるんですか？バイトから含めると6年目になります。ベテランですね。いや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 そんなちょっと100ぐらい少ない。なかなか皮が硬くて剥きにくいです。100に4分の1が出てもそんなやそんな。あ、いるって言っとって分けてもらおうって言っとって。おはよう。おはよう。甘めにこれはおうどんとかでちょっと甘めのあんで、きつねうどんはこの大きさのまんまで。
昨日の晩俺やったか。家庭でやる。高いおうどんの方で。あ、そうですね。はい、お高々のね。はい。ホットうどんで2つで。親子丼セット2つ。はい。あんかけのミーとミニカツもいつもの自分はいで、親子煮込みと天重ですよ。お願いします。親子丼セットね。みんなもずっと6回ね、これ。ただいま、どうも。おじいさんね。うちのはギャンギャンにコシが強いという、そういうのは全然求めてない。ふんわりもっちりとした感じで、そこになんかこう弾力を感じるようなところを目指します。どうぞ。レモネードね。もう一回車で上がります。はい、レモネードとストロベリーになります。はい。美味しいです。ぜひぜひ。は
いいですよ。これ天ぷらですね。カズボンね。お水持ってかないかんし、ごめんね。はいよ。レモンゼリー。出てご飯ついてる。はいよー。エビオロちょっと出たよー。スドーンセットプロソラ2つ、ロゼ1つです。見えてね、ごめん。どういう調子になってる。白だしですね。さっき朝取った室出身のブレンドのやつです。せーのぞお味いかがでしょうか。美味しいです。美味しいです。
母さんが最初からすごい恥ずかしがってくれて楽しかったです。ありがとう。で、うちら記憶に小学校2年生。シグレクター。何注文されたんですか？いりこ冷やかけきしめの桃かしわ天トッピングで詰めだけで美味しい。天童セットこの後ね。お待たせしました。よう。そうです。